大阪が。今年ね、結構ね、割と海外もね、去年に比べたら少なかった方なんですよ。去年も圧倒的に海外ばっかり行ってたんですけど、今年は日本で大阪もようおるなと思いつつ、今月、先月、海外もちょこちょこ行ってて、東京ずっといるからね。寂しいですよ。なんか、家がもうずっとなんか、ぐちゃぐちゃ。こんなんぐちゃぐちゃのもう、ひっくり返ってるから。だから、たまに帰って、先週、帰ってきて久々に、2週間ぶりに家帰ってきたって、先週も言ったんやけど、その時にちょっと嫌だったのが、さて寝ようかって言って布団入ったら、ひんやりしてて、冷たくて、まだ引いてんのよ。だから、冷たい、夏場使うやつあれやなんかひんやりする、サラサラのマットと掛け布団も両方ひんやり系やって、私のベッドだけまだ夏をやったんです。だからそれだけ、こんな、そっか、2週間前はまだ暑かったんやなんて思いながら、それぐらいもう家開けまくり。ね。で、もうそろそろみんなこたつとか出してるんじゃん。ちょっと、だから朝方とか、暖房はかけんでいいけど、ちょっと足元寒いとかさ、あるやん。だから朝の準備してるとき私一番そういう感じるから、こたつもさ、去年布団捨てたわ、みたいな。もう、だいたいさ、2、3年で買えるやん、こたつ布団。そんなことない？カバーとかは買えるやん。そんなことない？でもなんかちょっとこう、気分、なんかさ、こたつで私はよくさ、ご飯とか食べたりするから、汚れんのよ。ちょこちょこ。買い替えなって言って、去年もうええわ、もう来年買い替えようと思って、それも忘れてるから、ないんです、今。で、だいたいこの11月ってみんなこたつ買わなとかで買うから、どっこも売り切れ。でも、来月まで来ませんとか、そんなんやから、今こたつもないしやな。もう大変。ちょっとほんまに。寒なってきたね、ほんで。なんで去年の冬服ないんやろね。それもない？去年何着てた？私って。なんで去年の服とかどっかね捨ててんよな。なんかもうええわっていうことで、もう結構着倒したわじゃないけど。ないもんやな。だからまた服も買いに行かなあかんしとかさ。もうね、この時期ね、あるあるちゃいます。皆さんいかがお過ごしですか？はい。ちょっともう来月、12月あっという間に今年も終わろうとしてるから、ちょっと皆さん悔いのないように、怪我のないように、頑張っていきましょう。風邪ひかないように頑張っていきましょう。はい。ということでですね、今週のあかねクラブなんですけれども、番組のどこかで、クラスセブンさんからのメッセージをお届けします。はい。じゃあ、FM 大阪あかねクラブ、今日の1曲目。渡辺真知子で、例えば。FM Osaka. 85.1 FM Osaka. あかねクラブ。FM 大阪あかねクラブ。それでは、アバンギャルディの、おかっぱということで、この二人が来ています。それでは、まずこの方から、自己紹介と一発ギャグお願いします。地味なドラムロールのアバンギャルディです。そして、糸巻き巻き気づけは自分が巻かれてる What's going on? セーラーバンギャルディです。だっけはい。進化したんですよ。What's going on ってどういうの？どうしたのみたいな。自分で言っちゃって。どうしたんみたいな。本当にどうしたの？そういうことなんだ。はい。ということで、この二人で、と思います。ちょっと。はい。さすな。ということで、11月も中旬になってまいりました。もう、あと1ヶ月半で今年2025年も終わっちゃいますね。早い。はい。どうでしたか、お二人は。
今年ですか？まあそうですね。今年振り返りながらになっていますけれども、やはりお二人はそうですね、今年はバンギャルディはサードライブツアーも日本でもございましたし、はいそれから台北でもね、アジアツアーということで、4公演先月終わったところでございますけれども、はいまあその中でもですね、ソロのパフォーマンスだったりとかがあったのが、このノナさんとセイラさんだと思うんですけれども、まあそういったパフォーマンスとかの中で何か思い出があったりだとか、エピソードがあれば、ぜひ教えていただきたいなと思っています。はい。じゃあ、ノナさんどうでしたか？そうですね。今回は、はいサードライブでも披露した三河健一さんと、はい。ホイットニー・ヒューストンのこのパフォーマンスをですね、台北でもさせていただいたんですけど、なんだか、やっぱり台北でやりましたけど、皆さん、この2曲とも知っていましたよ。本当ですか？はいリザの方も。はい。三河健一さんなんかやはりね、日本のアーティストでございますから、なんか、どうなのかなって思っていたのですが、リハーサルの時点でですね、現地のスタッフのみんなは歌っておりました。そうなんですか？はい。へもう熱唱しておりましたし、へやはりですね、パフォーマンスの中でね、すごく重要なことがありまして、カメラワーク、ライブカメラを実際、映像でね、ライブで流しているんですけれども、その際にカット割りがありまして、命だけを、かけよ。あ、全然違う。ニュアンスでね、いつもちょっとごめんなさい、覚えてるもんでね、歌詞がいつも覚えれないんですけれども、まあ、そこのシーンでですね、上手、下手、センターと、向きを変えるたびに、カメラの切り替えがあるんですけども、こちらの方も、しっかりと現地スタッフの方が完璧にやってくださいました。完璧でした。そう、練習の時にカメラマンさんが歌いながらやってくれてて、すごい、命。そうですよ。そう、でも私は知ってるから通用できたって言ってました。そうなんだ。この歌知ってますって聞いたんですよ、カメラマンの方にも。あ、もちろん知ってるよ。ですね。じゃあ日本の誇そうるですよ。名曲だった。そうなんだから、どうでしたそう、だから台北でもね、披露してだ。から不安やったんですよ、正直。この曲知られてるかどうかもわかんなかったんで。はい。だけど、やっぱりゴージャスな衣装と、そうでした。そうなんです。もうすごい衣装を用意していただいてるので、もう見た目と、そして私の鍛え上げた眉毛で、うん。皆さん反応していただけたので、ね、会場はもう出た瞬間から湧いておりました。完成が。そうですよね。すごかったですし、まあ、今年はそのね、舞台上でも、早着替えをするという、まあちょっと演出をやりましたけれどもね。どうです？はい、今回は4公演ともバッチリ、はい、そうですね。まあ過去にやらかした一度ちょっとはい。事故もあったんですけれども、はい。はい、今回の台北は4公演とも大成功いたしました。そうなんですよね。まあでもちょっと先日ね、我々、倖田來未さんのライブの方にお邪魔させていただいたんですけれども、まあちょっとぜひね、また来月、倖田來未さんライブ大阪でもありますから、はいちょっと行ってみてほしいんです、皆さん。本当に、とんでもないことをされていたので、ずっと最初から最後まで、いや、でもね、一箇所で、ちょっと言えないですけど、とんでもないシーンがありまして、ちょっとうちのノナさんはまだまだだな、と思いました。そんなちょっと、刺激的なシーンもありましたから、今後はもっとね、レベルアップしたものをっていうのは、まあ、第一ステップでしたね、今年はという感じはあるので、ちょっとね、来年からまたパワーアップしたノナさんが見れたらいいなと思いますし、まあやっぱりね、なんといっても今年は、そうですね、フォロワーもはい、激伸びしましたもんね。はい今何人ぐらいいらっしゃるんですか？ 60 60人ですか？ 66.2万人。16万ですか？すごい、ていうかまあ、60人かと思いましたね。ごめんなさい。変なとこで。インスタグラム60万人以上いらっしゃって、TikTok も、 50、すごい。何してるんですか、君？
君は何万人？君は20人？いや、5人、5人。あれそんな5人だったなかったっけ？人口は、フォロワー関係ないやろ。あー、でも、10人、すごいな。10人か。 10人な。 20.5 万人です。 10万人ってことははい、 3倍ぐらいね、倍がすごいですね。ありがとうございます。だからやっぱそのね、いろいろなものをね、バズらせて、もう YouTube なんかでも3億再生とかされてる。本当に。ですね。意味がわからない動画もあったりするんで、ちょっとやっぱね、これからも頑張って引っ張っていってほしいですね。あります。編集の技術が素晴らしいですから、すごいです。本当なんか、今年ですかねなんか毎年私たちって、年始めに、占いの方を見るんですよ。で、それは、ゲッターズ飯田さんの、占いのあー出た毎年買ってる。でね、このアカネクラブでもよくやってたじゃないですか。占いのね、今年はこんなんだよとか言って、やってたんですけど、それをまあ私たちいつも見てるんですけど、野川さんはそのゲッターズ飯田の本に、動画編集の欲しいとか言って書かれてたの、運気が上がるみたいな、それを。なんかそれでなんか、運気が良くなりますとかいう、なんか、すごく書かれててんな。すごい。ことをしたらいいかもみたいなこと書かれてて、で、あかねさんに言われて、いや、でもそんなんできへんしって思ってたら、ほんまにそれやったら、当たってますね。そう。すごい。運気爆上がり。すごいんですよ。だから、今年もね、もう出てるんで、ゲッターズイーダの方。ちょっとみんなも面白いから買ってあれもう。なんか、関係ない話急になったけど、あと年末年始とかってみんな忘年会とか新年会とか集まるじゃないですか。それ一冊あったらもうめちゃくちゃ盛り上がるから。やりますね。ぜひ占ってみて面白いから。あれ、ほんめっちゃいい。楽しい。で、私は、ごめんね、私の、好きすぎてごめん、ちょっと、この話になっちゃうけど、毎年この話してるから。ごめん、もう来年、すぐ7年間の闇が終わるっていう。やばない。ようやく、 7年間闇やったんやって、私。闇の割には、結構、じゃなかっから、楽しい人生いに。や、人生楽しいけど、7年間闇やったらしいから、その7年間の闇がね、解放されるらしいどんで。うなるの？わからないです。もう本当にすごい楽しみにしてるし。そう、だから、はい、みんなも買ってみて、どんな結果が待ってるかな。たになりますね。ですよ。はい。で、すいません、長なりましたけど、はいセイラさんのお椀でございます。はい。セイラさんはどうでしたか今年ね、もう。はい。台北公演でも、はい熱々マイケルを、マイケル・ジャクソンのマイケル・パジャクソンをフォーマンスね、オマージュしましたさ。せていただきました。でちょっとやっぱ気になるのはですね、はいね、舞台上で臭豆腐、そうなんです。ね食べました。ました。はい。本当に面白い、ものを見てしまいました。まあ、熱々のシーンはですね、まあ、割かしやっぱセイラさん美味しそうにね、食べたりとかして、うん熱いのかもしれませんが、まあ、美味しそうだなっていう印象ですけれども、ちょっとこのね、悶絶と言いますか、本当に、もう迷惑極まり。迷惑ですか？もう舞台袖に、匂いがね、 2年翌前から、スタンバイされているの修道、すごく大匂い変でもやっぱりあったとか、はいはい。で、本当に臭いって感じでしたか？あの時なんか、匂いが、食べた瞬間に、衝撃的すぎて、気づいたらほんまに口の中何も入ってなくて、吐き出し私のインスタにも実はチラツだけ載せてるんですよ。ちょっとだからぜひチェックしてみて、インスタの見てください私のインスタのアバのちょっとライブ写真とか載せてるところにスクロールしてってもらったら、全部吐き出してるセイラの姿があります。汚いったらありゃしない。史上最強に汚いって言われました、メンバーに。そうでしょう。全部出てたからね。でもすっごい顔してたからすっごい面白かったし、本当に臭いんだろうなと思いましたけど。そうですね。いや、だから今年はそうやってセイラのね、SNS でのお箱芸がは、いこうやって舞台上での形になったりもしましたから、ちょっとまたね、新しいチャレンジ新しいしましたね。はい。うん、どうですかやっぱ実際マイケル・ジャクソン
やってみて、ちょっと気持ちよかったりしましたか？もう歓声がやっぱり皆さんお客さん温かいから、まあでも結構、音声入れてますよ、こっちは。それでもめっちゃ気持ちいい。ねいや、これは面白くて、このお二人のパフォーマンスに、はい。両方ともライブ音源とかを使っているので、実際やっぱお客さんのキャーみたいな声とかが入ってるんですよ。で、まあちゃんと後半のね、一番盛り上げたーっていうところとかでも、キャーみたいな。もちろん、実際現場のお客さんも、キャーってやってるんですけど、意外と長さと言いますか、キャーイエーイみたいなの、長さって、まあほんまに3、4秒ぐらいなんで、あって5秒。なんで、音源の、キャーみたいな、みたいな声援の方が長くて、で、あれ最後だいたいフェードアウトしていってるんで、そのフェードアウトが聞こえるっていう切なさ。もうちょっと頑張ってみんなとか思うんですけど、意外とね、フェードアウトしているところも、まあ面白いなって私は思いながら、音源なんやっていうところでね、ありますけど、でもまあ、やっぱりみんながね、知ってる音楽でね、やっぱマイケル・ジャクソンはもうやっぱレジェンドでございますから、面白かったですよ。なんかメイクとかも、こだわって。私もそれから見るのめっちゃ好きでした。そうですか？そう。やっぱ曲も最高やし、何より先頭に立って、ちっちゃい。ちっちゃすぎるよね、ちょっとさすがマイに。ケル・ジャクソン。もうちっささと頑張って踊ってる姿がもう大好きで。嬉しいです。ちっちゃかったですけれどもね。はい、ということでございます。さあ、じゃあ、ここでじゃあ一曲いきましょうかね。じゃあ、セイラさん、一曲、はい。お願いします。やっぱりマイケル・ジャクソンということで、はい。今回はマイクこの曲をを流させてください。にしましょう。マイケル・ジャクソンでビリー・ジーン。じゃあ、ここでですね、メッセージご紹介します。はい。今週のテーマは、質問ね。最近やらかしたことを教えてということでございます。どうですお二人は最近やらかしたことありますか？もうね、タイムリーであるんです。なんですかどうしたモナさ私、先日機種変更をいたしまして、はい。新しくしたんですけん。ど、はいはい。その時に、ちょっとデータ移行がうまくいかなくって、何回かちょっとリセットしてやり直しみたいなことを繰り返してたんですね。まあでもね、iCloud とかをね、そう。使ってたら大体ね、いけますけどね。そう。で、ようやくちゃんとデータ移行できて、すごい。で、LINE をね、さっとログインできたものが、すごいパスワードまで迫られて、そうはね、ありますよね。引き継ぎのね、あれしてたら、まあすぐできますけどね。ところがもう私のパスワードは、おそらく高校生ぐらいの時に作ったもので、もう何も思い当たるものを全部試しても、そうなん。全滅しちゃって、挙句の果てにあれパスワード忘れた人こちらへみたいなのあるじゃないですか。あれをやっても、もうメールアドレスも変わって前のキャリアで使ってたやつで受信できなくって、はいはいもうなすすべがなく LINE を作り変えるということになってしまったんです。ね。まあそれでかわかりませんけど、我々もね、迷惑をこう、そう言いますかなんかわかんないんですけど、なんか前使ってたアカウントから、なんか招待されたグループに入っていると、なんか変な、なんかこう、警告みたいな。この人は何か、なりすましじゃないかとかいう人よくわかんない警告が出てきて、ずっとね。で、それ、半分閉めるんですよね。このトークライン。トークライン LINE のトークを。そう。半分閉めてるから、邪魔で。で、それで私もこれ邪魔やなと思って、これなんか私もログアウト一回したら、消えんちゃうかな思って、で、私もやってみたら、やってみたら。なんか間違えていろいろ、グループ大会とかしてもうたり、今までのメッセージ、今までのみんなとのやりとりも全消してみましょう。最悪、その人。その人のせいですよ。私なのかなはい、もうみんなが今クレームをね、でも、ねそういういい加減してくれっていう。本当にね、聞こえてます。私の耳にも届いております。そう、だから本当にやめてくださいっていうか、皆さん気をつけて、もうこれはみんなに迷惑をかける、こう一人のせいで。
よりによって私が招待したグループが多かった。ですよ。何そう。ねんな。ちゃんと来てよいっていう感じ。セイラさんはありますか？やらかしたこと。うん。駅まで、うん自転車で行っうん。て、うん。で、帰るときに自転車で行ってること忘れてて、自転車置いて帰っちゃうっていうこと。めっちゃ嫌な気持ちになる、それは。そうなんですよ。やだね、それは。やだよ。でも、次の日に、うん。自転車をうん。忘れずに、うん。自転車で帰ろうと思ったら、間違えてうん、誰かが、お金お金、やってたさっきやったんです。それはよかったな。普通やったら2日分の払わなあかんところを、誰かが間違え、あれもようあるよな。あります、あれ。で、売ったつもりが、あれなんで解除されてないのあい、隣の、払ってとかね。向こうはそっちをやらかして、向こうはやらかしてけど、こっちはラッキーで。やったんですよ。いただいたんだ。はい。やらかしたけど、いいこともあったねっていうことですありね。ましたまあ、プラマイゼゼロぐらいのロなんですかね、これは。ねいやでもあるよなそのやらかし。そう、いろいろみんなからも来ているんで、ちょっと紹介しますね。はい。この方、横浜市のチョコさんでございます。これね、最近やらかしたことですが、台北公演が終わった次の日、ちーまる子ちゃんとアバンギャルディのイベントがありましたよね。はいはい。で、そこ、ちょっとポップアップイベントに、私も行かせていただいて、ありがとうございます。来ていただきましたよ。動画とか写真とか撮れるチャンスがあるということで、撮影していたんですけれども、後から動画を見返すとですね、なんと、なんか動画が何やら曇っている。はい。曇ってたと。よくよく調べるとスマホのカメラを保護するレンズカバーのせいだったということで、せっかくの撮影チャンスなのに、ずっとぼんやり曇ってしまって、なんだか残念な映像になってしまいました。こういう撮影の時はレンズカバーつけないようにしなきゃと思いましたっていうことなんですね。まあ、これはちょっと本当に、残念ですけれども。でも私たちもありますね。やっぱそうです大事な携帯ですから守りたいと思ってカバーまあね、さらしますよね。ちですけど、やっぱ反射とかしますし、まあ普通につけてなくてもね、指紋とかがね、結構意外とつきますから、撮影前に私たちもね、必ず拭いてからっていうのを徹底してますが、でも、ちょっと私は言いたいのは、本当レンズカバーとか、ガラスの、なんていう表面につけるカバーってつけなくても大丈夫ですよ来。ました。来ました。はい。私たちいると、耳が痛くなるほどなんか、聞いております。汚いっていつも思ってて、ことはない。ないですよ。なんか、わかんないですけど、ガラスのその側面に、なんかその粘着のところにめっちゃ汚いホコリとかついてません？まあ、いますね。はい。でしょで、なんか、まあそれこそこのような、チョコさんのような、まあ事件がね、起こってしまいがちですし、曇ってしまうみたいなこと。だからメンバーとかで、そういうつけてる方を見たら、すぐに外したらって言います。よく見る。ねで、剥がすって、今から剥がすっていう。もうね、剥がす範囲の以外の選択肢を与えられない。でも、だから、本当に、ちゃんといいケースを使ってたら、絶対に割れないんです。だから、そうですね機械使ってたら、マジで割れません。これは、そうします。そりゃそうですね。しかも今って結構やっぱり、機種、何の機種使っててもスマホ強いです。うん。表面もね、しっかりガラスが割れない加工になってるから、安心して、みんな。私も今何にもカバーは貼ってない。でしょだからちょっと、何もつけんでいいと思う。なんかちょっとつけたら汚いって言ってた。僕はないですよ。全然ね。滋賀県のパパちゃんマンさんです。ばちゃんまんさん。この方ね、メッセージテーマ、最近やらかしたことですが、皆さん、コンビニで売ってるフィギュアやキャラクターグッズが当たるくじご存知ですか？はい。はいはい。はい。はい。先週、めっちゃ大好きなドラゴンボールのフィギュアが当たるくじをあったんで、引きに行きました。で、当たりは80本中4本あるんですよ。こう、でね、まあこれすごいのが、1回790円。あ高いよね、コンビニの高い。くじね。
で、多少の出費は覚悟していましたが、いけども当たらず、しかも回数を重ねるにつれやめることもできず、当たりが出たのは、69本目。くじを全買いすることになってしまいました。で、6万5千円に近い出費に本当にやっちまったところがしやっぱり結構欲しいものがゲットできたのかな。すごい。でもさ、1やわな、もう、確かに。 30本目ぐらいでもう諦めへんこれ。3万ぐらいだったら。でも30本買って31本目あたりやったうわらどうしようが。そこまで来たのに、だってもう当たりがそこに来てるかもしれんって思ったら、でも6、5千はじゃあ、ということで、じゃあここで、一曲いきたいと思います。じゃあ、のすさんお願いします。はい。先ほども少しお話がありましたが、はいお誕生日にですね、もう私の憧れの存在である、倖田來未さんのライブに行かせていただいたんです。誕生日の日に行ったんや。すごいなサイン入りの T シャツとかやって、はい、お優しい。とてもない誕生日になったんですけれども、はいその日のもう一番感動した曲は、倖田來未さんの Walk。来週からまたメッセージテーマを、変えたいと思ってるんですよね。今回の台北ライブで、日本のアバディが初めて海外旅行で、私たちのライブに台北に来てくれたっていう方が何名かいらっしゃって、初めての海外エピソードをどうでしょうか。送ってねっていうことですね。待ってます。はい、FM 大阪のメッセージを送るところからあかねクラブをポチッと選んで送ってください。よろしくお願いします。はいお願いしますということで、じゃあここで、アバンギャルディ×昭和産業、マジカル粉もんレシピコンテストが開催中です。はい。でもなんと11月16日までです。あさってじゃねえかよ。はい。粉物料理を、こう皆さんオリジナルで作ってもらってそれを投稿するコンテストです。そうですね。はい、昭和産業さんの、たくさんいろいろ粉物が出ております。はい。もうそれは、例えば、お好み焼き、たこ焼きももちろん、ホットケーキもそうですけれども、天ぷら粉があったりとか、いろんな粉が出てまして、甘いものも、それから普段のお料理にも使える粉がたくさんありますので、まあ、それを使った粉物レシピを皆さん、投稿して、競い合います。競い合うんです、これは。で、これはなんと超豪華、調理家電とか超豪華ですよ。バルミューダの。すごいそんなんあったんの。そうアバンギャルディとのコラボグッズとかも、その限定のね、グッズも出るみたい。もらえるっていうか当たるっていうか、良かった人にでしょそれはもちろん。はいということなんで、もう続々と投稿されています。美味しそうな料理が。どれが選ばれるんでしょうか。楽しみでございます。で、あさってまでなので、エントリーがね。だから皆さんちょっとお早めに、これはぜひね、綺麗にね、映えで撮っていただくのもすごく重要かと思います。なんか、いいなと思うやつはね、結構なんかこう、ぼかしてたりとかね。うまく撮ってんなって。これも多分、ちょっと加点対象になるんじゃないですか。ぜひ、レンズを吹いて。そうですね。で、あとは、本当に、この、食べてみてどうだったかっていう感想も重要だと思いますので、ちょっと皆さんぜひぜひ、投稿してください。お願いします。ということでございますよ。はい、あっという間のお時間でございましたけれどもね、また来月はですね、ファンクラブイベントとかもございますから、ちょっとまたアバディの皆さんともね、会える、もう今年はアバディ万博と題してね、ちょっと万博な1年でしたから、2025年はね、それをちょっとまた1年間を振り返るイベントもございますので、皆様を会える時を楽しみにしております。楽しみ。はい、ということで、以上でございます。またいつか来てください。ぬるっと終わる感じですか。はい、じゃあ最後にお別れに1曲、じゃあ曲紹介お願いします。アバンギャルディとナイトテンポさんのコラボ楽曲、はい、Walk It。こちらがですね、リリースされております。はい。おしゃれで、
もう中毒性のある音楽になっております。 yes. そうこれねなんです。ダンスもねちょこちょこリールで公開されておりますけれども、いろんなダンスがありますので、皆さん私のインスタの方でそうチュートリアルをね、はい。ダンスダンスをを教えてますかレクチャーら、動画が上がっております。ぜひ運動不足解消にそうね。特に冬場はね。本当だ。どうでしょう。ただもう運動の秋ございますから、これにぜひチャレンジしてみてははい、と思いますけど、ちょっと難しそうですね。ちょっと難しい、結構大変ですよ。でもまあなんか友達とかとやったら楽しそうなんで、ちょっとなんか脳トレ的なステップがたくさんあるので、ちょっとぜひチャレンジしてみてください。はい、はい。来年の2月にはナイトテンポさんのライブがありまして、2月19日にそこにアバンゲルディも出演するということなんで、はいちょっと、はい。おそらくねこのワークイットのパフォーマンスもやっちゃうと思いますよ。楽しみ楽しみ。楽しみでございます。アバンゲルディ×ナイトテンポで、Work it ということで今週のおかっぱトークはセイラとのっさんでした。のっさんでした。ありがとうございました。